ちは。大学の翔平です。以前2年ぐらい前ですね、和の漬け作りました。今回も DIY でこのサイズよりも少し大きくなりますかね、ローテーブルを作っていこうかなと思います。これってどういう材料なの？この材料か。こっちから見て。これやな、木曽ヒノキ。一流やな。基礎ってのは何なの？長野の山奥やな。地名が基礎ってこと？木曽。これが何なの？色もええし、目も細かくて、昔から一流とされて代表的な日本のヒノキやな。じゃあヒノキの中で一番ええってこと？一番いいとこやな。これあえて節があるってこと？節がもうこれで節デザインとして使おうかっちゅう材料で作ってあるんやろな。これごっつい節やもんな。ごっつい節やんや。これで天板も足も何もかもこのバンで作ろうかなと思ってんだけど、1センチで10年ぐらいと。1センチで10年やね。10センチで100年ですよね。これがやっぱ基礎ヒノキのすごいところやね。だから値打ちがあると。今回は Do It Yourself DIY。久しぶりの自分の DIY です。自分のものは自分で作る、必要なものは自分で作ろう、そういう意味だそうですけども、少し自分の場合は違うかもしれないんですけども、久しぶりの DIY ということでやっていきます。切った感じ全然違うで。どういうこ木切っとるような気せん。全然匂いもちゃうわな。と？基礎やから匂いが違う。ちょっと違うな。今回の材料はこの冒頭に言ったように木曽ヒノキです。正直自分らのこの地方では木曽ヒノキはもうめったに使いませんね。というのは吉野さんもありますし、地元のヒノキもあります。わざわざ木曽ヒノキを使う機会はないということですね。たまたま材木屋さんへ行った時に、この頃木曽ヒノキで階段を作るんやで。親板も段板も全部木だらけで作って、もう一見山小屋風の階段が流行っとんやで。この材料面白いなぁ。で自分も2枚買ってきたわけなんですけども、この材料で久しぶりになんかテーブルでも作ってみようかな、正直そういう考えでいっぺんやってみようかなって思ったわけです。飛び傷っちゅうにはこれ木回しっちって木をくるっと回すときにここに爪がかかったり、製材するときにこうやってこっちから製材したときにこうバンとこうなんかのもう傷やねんけど、これを取るともう例のこれなくなったしな。このヒノキの板は450、自動の通せる幅は455、キリッチョンで通りました。よかったです。削ってみて分かったんですけど、本当に刃物切れのいいヒノキですね。特に削れた節の色、綺麗ですね。この間のまな板削りでしっかりと研ぎもさせてもらってね、砥石も荒れてます。自分らは大きくへこんだ場合はこういう風に細かい砂で砥石を直します。それから最後をダイヤモンドで直すようにしています。料理するのも手洗うよ。研ぎ回す時も手洗うね。清めてからけ。気にやる。鰹節見ると飛び出る。それでは材料にカンナをかけていきます。カンナをかけるということは完全に仕上げる、こういう意味ではありません。仕事をするときに凸凹は絶対に取ってまっすぐ仕上げる、そのためのカンナかけです。
そうしないと斜めのアリとかそういう仕口をした場合は、あと最後で大きく蹴った場合は甘くなってしまいます。それと逆目を確実に落としておく、ほぼほぼ OK というところまで仕上げた状態で仕事はしていきます。以前作ったこの万能漬け、これを参考にしてますけども、万能漬け大変みんなに見られましたんですけども、今改めて仕上がり見ると大したことありませんね。今回は勾配は同じ2寸の勾配で取りますけども、横紋の抜きの形を変えます。下の方に入らずに上の方に入れます。ですから少し大きさをね持たしてやって、それで足の広がりを止めてやろうと思います。なかなかね、誰が作っても多分足で悩まれると思います。ペン板はその材質の特徴を生かすだけですけども、足だけは自分の細工で作ります。今回は大きめの抜きを上刃いっぱいから使ってやって、抜きと足の接点はアリでつないでやります。なかなか耳付きの板ですと広がりといいますか、形が均等になっているわけではありません。ですからあらかたの長さを出してね、その盤のセンターを出します。そのセンターを線を結びます。それから直角に線を引きます。それが水平ラインですね。それから寸法を取れば上も下も平行な切り墨が描けます。水平ラインを墨するのも難しいですけども、切る方がもっと難しいです。直角定規も当たりませんし、定規を墨からの幅を同じにして押さえるだけです。しっかりと固定してやって、そしてよく切れる刃でね、ゆっくり無理しないで切っていきます。では抜きにアリをつけていきます。 DIY らしく手の甲で切っていきます。正直これを押し切りの上に置いてね、角度合わせて押しているよりはもう手でさっと切った方がよっぽど早いです。実際に木曽ヒノキを刻んでみて分かったんですけども、ノコを使った感覚は木は柔らかいですね。年輪が普通の倍もあるのに木は柔らかい。特に芽が多いのに素直にノコ入っていきますね。そしてヒノキ特有の油分が少ないように思いますね。魚でいうと夏のハマチか油の乗りの悪いサワラみたいな感じですね。分かってもらえないでしょうね。そして小口にアリの墨を移してね、そして細かいノコで刻んでいきます。斜めになってますけども、実際は小口にアリをつけるだけですから何ら変わりありません。簡単なアリの DIY ですね。両側の足にアリのメンタを彫っていきます。このアリ利かしますと板のセンターに彫ってますから、ここからまた表面に割れが生じます。なかなか1回ではきちっと寸法にならないと思います。何回かはめ直すんじゃないでしょうかね。甘くならないように慎重にメンタ彫っていきます。ではアリの仕口を貼り合わせしてみます。なかなか一遍ではきちっといきませんけども、2回3回ぐらい合わせたでしょうかね。ちょっと切りますと割れが生じます。そうかといって少し取りますともう甘くなってしまいます。もう一度甘くなったものは硬くなりませんから、何回か合わせて最後の1センチってとこでやめておきます。
ではサンダー仕上げをしていきます。まっすぐなサンダーと丸型のサンダー使ってみたんですけども、耳の部分は丸型がいいですね。直を使いますとどうしても出っ張りの部分で強く当たって白くなりすぎるということですね。この丸ですとヘリが柔軟にへこんでくれるんですね。ですからこの一部分だけがガッとこう白く強く削れすぎるってことはなく、綺麗な仕上がりになってくれますね。では足と抜きを組んでいきます。アリには少し木工用ボンドを入れておきます。木工用ボンドを少し入れることでアリも甘くなりませんし、これ以上開いて割れるっていうこともありません。で乗ると乗るとよし、こんな感じ。ちょっとここに穴ちゃんがあるけどな、またこれはこれで世界で1個の穴。めっちゃ綺麗やん。重いさけなこれな、重いから10センチぐらい出すってかな、10センも出さんわな、ちょっとな。実際に天板の長さをどうするかで結構悩みました。節も多いですし、節でかかってもいいものか、節を取るべきなのか、そもそも下の足の広がっとる部分で三尺に座ります。今回は幅も長さも重さも一回りも二回りも重いです。ですから両側7センチ5ミリずつ出してあって、全長3尺7寸で切ってあります。とにかく耳の部分のサンダー仕上げは木の肌がところどころ2割から3割ぐらいこう残るぐらいが一番いい感じに仕上がるんじゃないかなと思います。真っ白にしてまうと耳を使った意味がありませんしね。テーブルの小口にもカンナをかけてあります。木の小口を削るときは最初から最後までは絶対に引っ張りません。どうしても半分ずつ逆目になるのと、最後まで削り切ると端がめくれてしまうってこともありますし、基本3分の2ずつ削ります。ですから絶対に1回はひっくり返してやらないとダメということです。さすがの木曽ヒノキ、節も綺麗に仕上がりました。自分のところのヒノキとは違ってね、節一つでも粘りがあります。でも小さな日割れがだんだん空気に当たることで広がってきます。綺麗に仕上がっていても割れがあったんでは手に引っかかってしまうんで、とにかくこの割れを止めていきます。樹脂ボンドで気長に流し込みます。天板の隅に小さな飛び傷なんですけども、穴ですね。速乾性の樹脂ボンドでノコクズを解いて埋めてやりました。これで乾けば白くなるかなと期待して埋めています。
でなかなかこの表面の真っ平らにならないので、樹脂ボンドで持ってやって、そして削って仕上がるんではないかなと思ってます。今回の手板は足と抜きの部分にボンドでひっつけるだけです。でまっすぐ作ったつもりなんですけども、なかなかピタッと気に入るようにならないので、あちこちちょっと蹴ってやってね、で微調整してなんとかひっつくように蹴ってます。手板と足はひっくり返した状態でひっつけていきます。なかなか位置を印するのが難しいんですけども、鉛筆を使わずテープで実際の角に貼ってやってね、そのテープに合わせてつけていきます。ボンドは速乾性のボンドを使いました。木工用のボンドでも十分ひっついてくれたんですけども、木工用のボンドは1日かかります。やはりこの速乾ボンドは10分15分で勝負できますから、速乾性で挑戦してみます。ボンドが速乾性なので、どうしてもひっつけるときは焦りますね。こう圧をかけていっても一旦はボンドが柔らかくなります。乳液みたいに溶け出して止めるというよりは勝手に動き出します。で上から圧をかけるとなお横へ動くようになりました。最初は抜きの下刃に樽線でね、手板に長めのビスを揉もうかなと思ったんですけども、実際にこの抜きの下刃はあんまり見ることはないと思うんですけども、せっかくなら樽線もビスも何にも使わないで組み立てた方が綺麗かな。ボンドに頼ったんですけども、なかなか難しかったですね。ボンドが完全に乾いたので外していきます。どうしてもボンドは大きくはみ出してしまいますね。でもこのはみ出したボンドはウレタン、スポンジに変わります。ですからカッターで簡単に取ることができます。天板の節に塗った割れ止め防止のボンドを削っていきます。ボンドを塗ってもっとカチカチになったのかなと思ったんですけども、割と弾力性のある樹脂に変わってましたね。節の割れは綺麗に埋まってくれて、ほんで成功かなと思うんですけども、この問題は飛び傷の方ですね。この穴がもう一つ気に入りませんね。もう一度ペインターにカンナをかけて仕上げていきます。節はね、本当に綺麗に仕上がりました。いい感じ？いい感じだと思う。なけりゃそれまでやけど。なけりゃ俺までやけど、このシューのこの筋はええわや。こんだけだけだな。黒くなったなちょっと。正直これやってみたんですけども、どうしても気に入らないので、また元の穴に戻します。ほじくって分かったんですけども、中はボンド固まってませんでしたね。容器に入ったような状態ですよね。固まるわけがないですよね。色合いが色合いですから、ここを三角の同じ木で埋めてやろうと思います。三角の埋め木、未だしたことないんですけども、まだ嬉しいかな。そばの耳の皮
角が残っていますから埋め木してもあんまり目立たないんじゃないかな。今度は埋め木で頑張ってみます。天板の大きな切れ端が残ってたので良かったんですけども、同じ白田で作っていきます。形は上刃から見て三角ですね。そして角からまた斜めに三角で入ってます。ですからノコの勾配もね、メストですけども感覚で全部勾配に切っていきます。最初からきちっとした寸法で作りますと、小さくなるとまたやり直さんとダメですから、少し大きめでその角度で切ってきました。結構難しいです。実際タルテンはよくするんですけども、こういう形の埋め木はしたことありませんね。三角の形だけならいいんですけども、また三角で奥へ入り込んでいく、なかなかこの地道な埋め木ですね。いろいろ頑張ったんですけども、ペーパーの偉大さをまたここで知りましたね。飲みかんなに劣らぬ自分の大切な道具の一つですね。15分おる？ここクランプで挟むとこっち来るやんけ。こうしてね。こコーヒー持ってきたんですよ。れ何分やったんやな。5分おったらいけるやろ。まあ15分ぐらいやろ。15分買おうか。15分。15分。ポロッと取れる。ポロッやだ。この傷一個にもがいたな。笑えよわな。うまくけよ。いいよほらほら。最初からこれやればよかったな。こんな埋め木は50年で初めてな。ほぼ完成したんですけども、また大工が戻ってきました。というのはテーブルの足のガタつきを見たいんです。ガタつきを見るのにまっすぐな面ってよく考えてもなかなかないんですね。今あるテーブルに乗せてもこのテーブルが綺麗にまっすぐかわからないんで、自動ガンナーの常磐は確実にネジがありません。まっすぐです。ですからそれを使ってテーブルのガタつきネジを直していきます。ようやく最後の塗装までたどり着きました。今回はオイルは塗りません。ウレタン仕上げで仕上げていきます。といっても一液のホームセンターで売ってる水性のウレタンです。ウレタンにしたわけはオイルでも綺麗に仕上がるんですけども、今回の材料は大きな節張りです。節の割れは速乾ボンドで留めることができたんですけども、節の周りですね、そこがめくれようとします。手に引っかかってしまいます。それをもう抑え込むのはオイルでは無理です。家具屋さんと塗装屋さんに聞いたんですけども、ウレタンの膜を貼ってやらないと止まらないやろな。でウレタンになりました。
で正直いつも塗ってもらってるペンキ屋さんに塗ってもらえばもう済むんですけども、それではねちょっと面白くないんで、なんとか頑張って塗ってみたいと思います。ウレタンを塗ってる途中に思い出したんですけども、大切なロゴマークを押すのを忘れてました。塗装した後では押せません。ロゴを押すのが一番緊張しますね。うまく押せてよかったです。ウレタン仕上げやってみたんですけども、一番塗装が難しかったかもしれませんね。自分の実力はこんなもんかな。でもそれが DIY の魅力ですね。これで木曽ヒノキのローテーブルですね。なかなか DIY 言っても難しかったです。生まれが DIY で一生懸命本職なのかわからなくなってきてね、もう特にこの塗装で苦労しました。今回は節がどうしても割れが来てたんで、割れ止めのためにウレタンで仕上げました。縁3回で表気に入らんので4回5回と塗ったんですけども、もうどこまで塗っても思うようにはならないんですけども、正直諦めました。自分ではいいかなと思ってます。せっかく作ったこの一点物のローテーブルですから、これオークションに出します。詳しくは概要欄に出しておきます。ぜひ欲しいなと思う方はご参加ください。以上、大学の試合でした。